皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。さて皆さんお元気でしたか？この前花粉症のお話をしたんですけど、最近は朝天気予報のアプリを見て花粉の量を確認して多かったら外出しないようにしています。花粉の飛ぶ量って天気予報で教えてくれるんですよ。なんで最近は今年の新年の目標だった毎日散歩に行くっていうのがね、できてないんです。ただ目が痒くなっちゃうと何にもできなくなっちゃうので、もう仕方がないかなって思っています。で、私の今の楽しみは、花粉がもう飛ばなくなっているに違いない5月中旬の旅行です。前に一人旅ができない、一人で旅行に行けないという話をしたと思います。エピソード6、節分の話の時ですね。で、そう言いながらもですね、一人で旅行に行ってみたいなって方向に、気持ちがだんだん傾いてきていたんですね。一人で旅行に行ける人ってかっこいいっていうイメージが私の中にあったんで。なんで、一人で行ってみるかって。だとしたら、どこに行こうかなって考えてたんですけど、とうとう行きたい場所が見つかりました。広島県の福山市と尾道市というところです。私前にメーリングリストのメールとインスタのリールで2回ほど日本でのホームステイをしませんかっていうのを出したんですけど、そのホームステイの場所が広島の福山と尾道でやるものだったんです。で、宣伝のリールを作るために、こういう場所ですっていうのを見せるために、ネットで尾道とか福山の写真で使えるものがないかなって探してたんですけど、もうね、本当に綺麗なんですよ。私が今住んでいるところは山に囲まれていて、海がないんです。で、それはそれでね、私すごく好きで、山が見えるところに住んでるとなんか安心するんですよね。なので、それはいいんですけど、海にはなんか憧れがね、あるんです。で、しかも尾道とかの海は、瀬戸内の海で、広々とした太平洋の海とかと違って、島がポコポコたくさんあって、また独特の風景なんです。私があまり見たことがない風景だったんです。で、リールを作ってるうちにね、私がね、行きたくなっちゃったんです。例えばですね、ホームステイの間に、アクティビティの一つで、友の浦という場所に行くというのがあるんですけど、そこはジブリの崖の上のポニョのモデルとなった街なんです。皆さん、崖の上のポニョは見ましたか？私は公開とともに見てます。で、その友の浦には、映画に出てきた家みたいのもね、あったりするらしいんですが、雰囲気がポニョに出てきたあんな感じらしいんですよ。海沿いに家が並んでて、そのすぐ後ろは山みたいな。そこが、福山市の友の浦という場所です。で、尾道の方は、瀬戸内海の小さな島がたくさんあるところなんですよ。
ぜひ尾道って検索してみてください。綺麗な風景がいっぱい出てくると思います。その中でも、ロープウェイからの見下ろすような風景がね、検索結果にたくさん出てくるんですけど、なんというか、ロープウェイから見たその下に広がる街、それからそこに海っていうか川があって、で、そこにまたなんか島みたいのがあって、なんかね、すごく素敵なんですね。で、ホームステイの間にそのロープウェイにも乗れるようですけど、ロープウェイがある場所が山の上にあるお寺だそうで、そこまでの道に小さいお店がいくつもあって、そういうのを見るのも楽しいそうです。それから尾道はしまなみ海道の出発地点でもあります。しまなみ海道知ってる人結構いるんじゃないかと思うんですが、しまなみ海道っていうのは小さい島をいくつも結んで四国まで続く道です。で、サイクリングがねできるようになっていて気持ちが良さそうなんです。で、距離も四国までしまなみ海道の終わりまで行くと60キロだか70キロだかすごい距離なんですけど、短い距離で疲れたらやめるってこともできるみたいなんですね。で、私はずいぶん前にそのしまなみ海道のことを生徒さんから聞いていて、調べてみたらすごく素敵だったんで、いつか行けたらいいなって思っていたんですけど、その出発点が尾道だってことをその時調べた時はちゃんと認識してなかったんですね。で、今回調べて、あれ、ここじゃんみたいな、尾道から出発してるんだって、改めて気づきまして。で、尾道と福山に行ってみたいという気持ちが、むくむくと湧き上がってきて、で、一昨日ですね、飛行機のチケットとホテルを予約しました。すっごく楽しみです。で、さっき言ったそのホームステイはですね、6月にもあるんで、興味のある方のためにお知らせしますね。これは、11日間のプログラムで、日本の家庭に皆さんがホームステイするものです。リアルな生活の体験ができるのは、もうね、もちろんですけど、日本語でやり取りするので、日本語の勉強にすごくなります。あと、日本語のクラスも何回かあって、で、クラスはレベル別に分けてくれるので、自分に合ったレッスンをしてもらえます。で、アクティビティとしては、さっき言ったポニョのモデルの町の友の浦に行ったり、あとはスーパー銭湯に行ったりとか、尾道の町に行ったり、いろいろするらしいです。で、日本語のね、勉強になるっていうのはもちろんなんですけど、何より、日本の人と、その土地に住んでいる人と深い関係になれることが忘れられない思い出になるんじゃないかなって思います。一緒に生活するわけですからね。で、一人で一つの家庭。で、ご夫婦だとしたら、二人で一つの家庭だと思いますが、日本の家庭で過ごすことになりますので、家族の人とはね、すごく仲良くなれると思います。で、この前の時に参加した人は、その6ヶ月後にね、またその家族のところに遊びに来たりして、交流が続いているそうです。なんでホームステイの間だけじゃない、長く続く関係を作ることができるので、普通に旅行するのとは違う経験ができるんじゃないかなと思います。で、長く休める人だったら、旅行の一部でホームステイを入れるっていうのもね、すごくいいんじゃないかなと思います。日本語に自信がないという方でも安心してください。スタッフの方たちは英語が話せます。というかですね、英会話教室をやってらっしゃるアキさんという方がホームステイを主催されてるんです。だから、ご安心ください。ご興味ある方はリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。私の紹介コードを使ってもらうと代金から1万円割引になりますので、申し込みの際にはぜひ使ってください。
今回6月が急で行けないという方は、9月以降のホームステイもありますので、日程もそのリンク先にね、書いてあります。でも、冬の旅行の日程を立てている方もいらっしゃると思うんですが、その場合にはぜひチェックしてみてください。私に聞いてくれても大丈夫です。一人が一つの家庭できめ細かい対応をしてくれるので、一度に受け入れられるのは6人だそうです。なので、ご希望の方は早めに連絡してみてください。私は5月に行って、尾道とか福山の風景を動画に撮って、ポッドキャストじゃない方のメインチャンネルの方であげるので楽しみにしていてください。ホームステイを主催されているアキさんが案内してくださるっていうので、私はすっごく楽しみです。なんで、一人の旅行といっても完全に一人じゃないんで、実はちょっと安心感があります。皆さんも楽しい旅行の計画などはありますか？もしあったらコメントでシェアしてくださいね。はい。では今日のテーマに入りましょう。今日のテーマは、なぜ青信号なの？です。信号の色は緑ですよね。でも日本だと青って言うんです。で、この前の日曜日にポッドキャストじゃないチャンネルの方にリスニングプラクティス用の動画A Saturday in Japan という動画をアップしました。今リンクを出しておきますね。初級者用の動画なんですが、日本の日常の風景が見れるんで面白いと思います。その動画の中で私は信号が青になったので渡りますっていうナレーションを入れたんですけど、そういえば前にどうして信号の色は緑なのに青っていうのかという質問をもらったことを思い出しました。皆さんも疑問に思ったことはありますか？私の場合はあまりにも当たり前になっていて、疑問にも思っていませんでした。疑問に思うとも思っていませんでした。でも多分小さい時にやっぱり疑問に思って親とかに聞いてると思うんですよね。なんで緑なのに青っていうのって。多分みんな子供の頃はそういう疑問を持つと思うんです。で、その時言われるのが青菜の青と一緒だよってことです。青菜っていう言葉は皆さん聞いたことありますか？青菜は濃い緑の葉っぱの野菜のことです。例えば、ほうれん草とか小松菜とかです。普通はその野菜の名前で言うので、あまり青菜とは言わないかもしれませんね。白菜とかキャベツは緑色が薄いのと、あまり葉っぱという感じがしないので、青菜とは言いません。緑のピーマンも葉っぱじゃないので、青菜じゃないです。で、あと、青葉という言葉もあります。青い葉っぱって書くんですが、もちろん緑の葉っぱのことです。他にも緑のリンゴを青リンゴって言います。そんなわけで、信号の緑だけじゃなくて、他にもいくつか緑のものを青で表現することがあります。では、それはなんでなんでしょう？では、早速その理由なんですが、昔の日本語では基本的な色は4色しかなかったようです。赤、白、黒、そして青です。これで全ての色を表すということは、それぞれの色が表す範囲が広くなるってことですよね。で、昔の青には今の青だけじゃなくて緑も含まれていたそうです。だから昔から緑を青という表現があったわけです。ちなみに昔その4色しかなかった。つまりその4色は特別ということですが、その根拠としてよく挙げられるのは、いをつけて形容詞にできるのがその4色だけ
ということがあります。赤い、白い、黒い、青いですね。あれ、でも黄色いと茶色いはって思う人がいるかもしれません。黄色いと茶色いは、いがつきますが、黄と茶がもともと色を表す言葉です。それに色がついているので、これはその4つとはまた別ですね。で、そう考えると確かに他の色で、例えば緑で緑とか紫で紫などとは言わないんですよね。緑の自転車とか紫の傘のようにのを使います。この場合はですね。それからもう一つ、赤々とや、白々と、これは白々とも読むことがありますが、あと青々と黒々とのような表現があります。それぞれの色を2回重ねてできた表現です。2回重ねるので、もうその色がまさにその色である。赤々とならもう真っ赤、本当に赤いみたいな意味になります。で、画面を見ている人は気づいたかもしれませんが、赤々の2回目の赤や白々の2回目の白の音を表す漢字には、この何というか、もしかすると見たことのない漢字が使われていることに気づいたかもしれません。この2つ目の漢字は同じ漢字を使いますよという記号です。なので直前の漢字をもう一度言います。なのでこの場合、赤々と白々と青々と黒々とですね。他にも多分久々に会うなんていう時の2つ目の久、これは微差と読むんですけど、漢字じゃなくてこの記号を使います。で、こういう色を2回重ねる表現ができるのもこの4つの漢字だけだそうです。で、確かに他の色ではそういう表現はないですね。で、白々とについては真っ白いという意味だけじゃなくて、夜がだんだん明けていく様子という意味もあります。白々と夜が明けるのような例が辞書に載っていました。で、実はこれも白という色の名前の日本語での歴史と関係しています。色の名前ができる前の日本語には、明るいを表す赤しがあって、これが赤になり、暗いを表す暗しがあって、これが黒になり、はっきりしている様子を表す白しがあって、これが白になり、ぼんやりしている様子を表す淡しがあって、これが青になったようです。で、明るいは確かに赤という音が一緒なのでわかりやすいですね。あと、暗しっていうのは暗いってことですから、色で言えば確かに黒です。で、白しがはっきりしている様子を表すということは、夜がだんだん明けて周りがはっきり見えるようになってくる様子を白々ということにつながってますね。そして、明るくもなく暗くもなくはっきりもしていないぼんやりした色が青だったわけです。さらにもう一つ、4つの色の名前しかなかったということの理由として挙げられていた例としては、反対語としての色の存在です。例えば、赤の反対の色は白という考え方があります。日本語の中にですね、紅白というのが
赤と白の色の組み合わせの呼び名です。で、紅というのは赤とは別の漢字で紅色の紅ですが、赤と考えてください。で、紅白はおめでたい色です。この赤と白の組み合わせはおめでたい色です。で、12月31日の夜には紅白歌合戦というのがあります。お正月というおめでたい日を迎える前の日なので、紅白っていうのもあると思うんですが、二組に分かれて戦うときは、例えば運動会などでも紅白で赤チームと白チームに分かれることが多いです。また、赤に対して青が反対の色になる、日本語の表現もあります。シソっていう葉っぱがあるんですが、濃い紫のような色のシソを赤ジソと言います。赤ジソは梅干しを作るときに使います。皆さん、梅干しは食べたことありますか？赤くて、しょっぱくて、ご飯に合うので、梅干しのおにぎりというのは昔からの定番のおにぎりです。もし食べたことがなかったら、コンビニで梅干しのおにぎりを試してみてください。梅干しは梅というね、木の実ですね。生ではね、食べられないんですけど、これを、干して塩につけるんですが、赤い色をつけるために赤じそを入れます。そうすると、梅干し特有の赤い色になります。で、赤くない緑色のしそは青じそと言います。青じそは豆腐に乗せたりすると美味しいんです。それから赤鬼に対する青鬼があります。鬼っていうのは悪い存在なんですが、鬼で画像検索してもらうと、だいたい赤い鬼が出てくると思います。でも、それに混じって赤と青のペアになった鬼のイラストなども出てくると思います。緑の鬼のイラストも出てきたりしますが、鬼が2人というか2体であれば赤鬼と青鬼です。で、ちなみに緑鬼という言い方はしません。緑は、緑の鬼っていうのが必要なんですね。なのでやっぱりこの日本語の表現として赤鬼と青鬼がセットになっている。反対の色としての表現になっていると言えます。そして、最後、反対の色の組み合わせでは黒の反対として白があります。白黒をつけるといえばどっちが正しくてどっちが悪いかはっきりさせることです。また、推理小説などを読んでいて、星、これはね、カタカナで書きますが、容疑者、あの人が怪しいんじゃないかって思う人のことです。が、実際にその犯罪をその人がやっていたんであれば、その人は黒。で、やっていなければ、白です。これはどっちもカタカナで書きます。また、素人と玄人という表現があります。これは素人が何かをまだ始めて間もないビギナーで、玄人というと経験豊富な専門家、その道のプロフェッショナルです。今は黒とか白の漢字は使わないんですが、もともとの由来は白い人と書く白人で、その反対語として黒人が作られたと言われているそうです。で、今挙げた3つの例、赤と白、赤と青、そして黒と白以外、言葉として反対の意味を表す表現はないんだそうです。ということで、以上のことから赤、白、青、黒は特別であって一番古くからある色と言えるようです。で、その中の青という色は昔から緑も含んでいたわけです。
それで、緑のものでも青ということが昔から日本語では自然に受け入れられていたようなんですね。ちなみに、熟す前の緑のものも青で表現します。例えば、みかんは熟すと黄色くなりますが、熟す前の黄色くなる前のみかんをまだ青いねなんて言います。緑ですけどね。あと、緑のリンゴは青リンゴと言いますが、日本のリンゴは大抵赤いのが多いので、青リンゴと聞くと、熟していないちょっと酸っぱい赤くなる前のリンゴというイメージもあります。で、なので青には未熟。未熟っていうのはまだ熟してないなんですけど、そういう意味も入ってくることがあります。例えば、青二歳っていう表現があります。これは未熟な若い男性を指して言う言葉です。実際にこの青二歳目がなどのように口に出している人を見たことはないですが、本とかだと若い男性経験がないのにいろいろうるさく言ってくるような人に対してかなり年上の人がこうやっていう表現を目にしたりします。その未熟っていうところから青が若いという意味になることもあります。青春は青い春と書きますが、人生の若い時のことです。10代後半から20代ぐらいでしょうかね。日本では季節を全部言うときに春夏秋冬、つまり春、夏、秋、冬の順で言います。で、自分というものを認識し始めてからの人生を春夏秋冬で表せば春から始まりますね。それは若い時であり、青い時なので青春なんです。ちょっと話がそれましたが、そんなわけでですね、緑を青で表現するものは、青信号の他にも、青菜、青葉、青りんごなどいろいろあります。なので、ずっと日本語を使っている人間は慣れてしまって、こういう場合に緑を青で表現することを疑問に思わなくなってしまったりするっていうことですね。決して緑が青に見えているわけじゃないんです。長い言葉の歴史の上に成り立っている表現だったわけです。面白いですね。ちなみに日本の学校では、中学高校で古文というものを習います。古いに文章の文と書きます。どれくらい古いかというと、江戸時代以前の日本語で書かれたものです。で、江戸時代が終わるのが1868年なので、それより前のものが古文なんですが、授業で習うのはもっと古いものが多いです。枕草子や源氏物語って聞いたことありますか？文学ですね。あれは古文です。どちらも西暦の1000年前後に書かれたようです。今から1024年前ですよね。そういうのを古文の授業で習うんですが、同じ日本語のはずですが、古文は全く意味がわかりません。今の感覚では読めません。というのも、言葉の意味も使い方も変わっているからです。なので、外国語を勉強するように単語の意味から覚えないといけません。でも、ややこしいのは、今もある言葉の意味が古文では違う意味だったりするんです。昔は、形容詞がしで終わる形なんですけど、例えば、美しいの意味は何でしょうか？美しいだと綺麗っていう意味で、この美しいにも綺麗という意味もあるんですが、
赤ちゃんをいと美しで表現した場合には、大変可愛らしいという意味になります。あと、ありがたしというものもあります。これは、めったにないものとか、実現が困難なものという意味です。めったにないとか、実現が困難なものだからこそ、それがあるのは珍しくって、そこから今のこのありがとうというお礼につながるわけですね。今の例はわかりやすいんですが、動詞の形なども全然違うので、古文は勉強しないと読めないです。なので、皆さんの母語で枕草子の翻訳をね、皆さんが読むことがあるかもしれませんが、日本語を母語とする人も、現代の日本語に翻訳されたものじゃないと、基本的には意味が全くわかりません。で、特に源氏物語は人気があるので、現代語の翻訳物も何種類か出ています。こうやって言葉って変化するんですよね。長い日本語の歴史と比べると、短い私の人生の中でも変化したなって気づく言葉があります。パッと思いつくのは、やばいです。これは私が小さい頃は悪い意味でしか使っていませんでした。つまり、やばいとか言ったらですね、何かまずいことが起きてたんです。でも今は何か美味しいものもやばいっていうし、すごいものもやばいって使えますし、その正反対の意味のものにもやばいが使えるようになったってことですよね。それで言うとですね、英語のナイスってもともとは愚かなという意味だったって、英語母語話者の皆さんご存知でしたか？もともと1300年頃、古フランス語、古いフランス語かなから英語に入ってきたそうですが、物を知らない愚かな人を形容する言葉だったそうです。形容っていうのは様子を表す言葉ですね。いい形容詞のことなんですけど、その形容ですね。で、そのナイスがね、物を知らない愚かな人が、今では、素敵なとか、いいという意味になってますよね。それから、silly、バカなとか、馬鹿げたという意味の言葉は、古英語、古い英語では、幸せなという意味だったそうです。それが、無邪気とか無知という意味に発展してバカになったそうです。日本にもおめでたいっていう言葉があります。さっき色の紅白、赤と白がおめでたい色だって私は言いました。そのおめでたいというのは、お祝いすべきようなこと、喜ばしいこと、いいことなんですが、もし、おめでたい人って言ったら、それはいい方に物事を考えすぎる人、だからちょっとね、バカみたいな人という意味になります。全くなんというか反対の意味ですよね。言葉の歴史も面白いですね。皆さんもなんか意味が変わった言葉など知っていたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。あとですね、ぜひこのポッドキャストが面白かったら、いいね、高評価ボタンを押してですね、あといろんなところでこのポッドキャストを宣伝してもらえると嬉しいです。たくさん聞いてもらえると、多少お金が入ってくるので、とっても助かります。それから最後に私のサブスクコースの宣伝をさせてください。日本語の発音を良くしたいと思っている方のために、サブスクのコースを作っています。発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションについて学び、それを実際に自分が話すときに応用していこうというコースです。で、そこでは、Pronunciation Challenge、発音チャレンジといって、皆さんの発音がどうなのか、私がチェックして、フィードバックするイベントも毎月開催していますので、自然な日本語を話したい、自信を持って話したいと思っている方は、ぜひチェックしてみてください。
はい、では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、楽しいね、いい一日を過ごしてください。また次のエピソードでお会いしましょう。